皆さん、こんにちは。ノリスケオートワークスです。今日はですね、こちら、造形モーターズに来ております。今日は、オーナーの石田さん。はい、こんにちは。石田さんの GRK5 をちょっと今日はですね、乗りやすく調整してみようかなと思います。よろしくお願いします。はい。硬いっす。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと上に行ってみましょう。あ、かっこいい。ピーマンサックスの看板。これ前なかったですよね。前なかったですね。これ作ってもらったんですか？作ってもらいました。ああ、いいですね。はい。じゃあちょっと上に行ってみましょう。この辺からちょっと皆さんに離れていくように。握れない区間の方が多い。これ、取り付けのポイントなんですけども。あ、機敏に動くようになった。おお。見ててもわかります。はい。じゃあ、まずちょっと、最初の今の状態ですね。今の状態をまず持って、診断してみたいと思います。お願いします。行ってみましょう。なんか今乗ってて不満ってあります？操作途中、この辺からちょっと皆さんに離れていくように。あ、もうちょっとリニアに走りたいんですけど、握れない区間の方が多い。多い。すごいなんか動きがマイルドですね。はい。なんか振り出しのスピードが遅いっていうか。あ、遅いですね。振り返しもワンテンポこう遅れる感じ。ただ、乗りやすいは乗りやすい。結構。あとなんか旋回がちょっと遅いかな。旋回遅い感じします。結構早めに振っていかないと。あとなんかここで結構こう車が巻きがちなイメージが。巻いちゃうんです。だから皆さんと走ってもそこで結構追いつかれたりとか、先頭走ってる場合は。ああ、そうなんで、後追いの場合は離されてる。ここもなんか書いてるんだけど前に進んでない感じがするんで、まあ多分車のジオメトリーとメカのセット、まあ両方だと思うんですけど、ちょっとこの辺を見ていきましょうか。お願いします。はい。はい、こちらが石田さんの GRK5 です。で、まあレイアウトはリアにしてますけど、バッテリーは純正の位置かな。そうです。はい。で、じゃあちょっとまず頭のちょっと確認してみましょう。はい、お願いします。で、見方がわかんないという方結構いるんですけど、これ私流です。はい。これ100均のカッティングのマット。これ便利ですね。で、まずこの線に、まあ、片側のタイヤをこう平行に大体合わせた状態で、車を曲げてきます。まずこれぐらい。はい。これぐらいしたときに、じゃあ今度こっちを見てみると、ちょっと内切れしてますね。そうです。なんで少し追い越してるような状態。で、このままじゃあ、アングルを深くしていってみましょう。真ん中、中間ぐらいですね。はい、こちら真ん中で。結構内切れ。だいぶしてるね、これ。で、まあこんな感じで、ちょっとずつ角度をつけてって、まあ、片側のタイヤを固定した状態で、外側のタイヤが、まあどんだけ切れてるか。これかなり切れてますね、こっちの方が。はい。っていうような感じの今、赤余りになってますね。で、タイヤの寝てる感じは、割と直立かな？結構立ってるかな。まあまあでもこんなもんちゃこんなもんなんですけど、こんな状態ですね。外側のタイヤも結構立ってますね。そうですね。わりかし。立ち気味ですね。まあなので、ちょっとこう、外が切れると、こう車が進んだ時にこう抵抗になって、まあそれで後ろがかいてるのに、車が前に出ないっていうことがまず予想されるのと、あとこの転がり具合ってこの外側と内側のタイヤのこの角度で引っかかりがあったりなかったりっていうところがあるので、ちょっとまずその辺のフロント周りを見直してみましょう。はい、お願いします。はい。ではナックルつけていきますけども、これ、柴田さんのライトウェイトアルミナックル V1 長いです。になります。はい、名前が長いです。
で、これをつけていきます。で、ピロボールなんですけど、はい。まあちょっとざっくりですいません。この下、ローアーム側が、まあ大体中心からこのボールの頭までが、まあ16点ちょいちょいぐらい、16.3とか。で、上側が、この方がいいかな。上側が、まあ19ミリぐらい19ミリぐらい。の位置で使ってます。で、タイロットの取り付けの位置なんですけど、ちょっとこれじゃあこのアルミナックルのケツから上まで、これもだいたい17ミリぐらいの長さに調整してます。じゃあこれを取り付けていきます。お願いします。キャンバー角については最後にちょっと調整はするんですが、まあ、まず最初組んだ状態で、この切り欠きからアッパームのこの根元の付け根ですね、ここまでの間が今約 10.2 ミリにまず合わせてます。で、下のローアームの長さは、純正と同じ状態になってます。ローアームとアッパームに対してタイドットが平行ではなく、少しこう万歳しているような状態になっているのがわかるかと思います。穴自体もこれ今下の穴を使ってるんですけど、なるべく平行にしたいので、この上の穴、かつとりあえずバンプ変化を少なくするために内側の穴、こっちの穴を使っていくことにします。バンプ変化なんですけど、このように斜めになっていると少し上がるだけでこう引っ張るの分かります？この左側のここの位置がすごい内側に来やすくなりますね。これがなるべくこう平行に近くなると、ちょっと動いてもあんまり内側に引っ張らなくなるので、バンプした時にこの塔が変化しなくなります。そうするとすごく乗りやすさにつながったりするんでおすすめかな。上側の内側の穴に付け終わりました。ローアームとアッパームとかなり平行になったので、このようにバンプしても変化が少ない状態になってます。で、ピロボールなんですけど、この頭がすごく短いやつをそのまま使ってます。で、ショックなんですけども、今かなりサラサラのオイルが入ってるらしく、固めのバネで柔らかい原水で使ってたみたいです。なんだけど少し柔らかめのバネに変えて、でもしっかり原水を出したいので少し固めのオイルに入れ替えていきます。ちょっと固めの原水で使うことによって柔らかいバネでしっかりフロントの荷重を移動して、それを保持してもらうような感じのイメージで作っていきます。で、柴田のオイルを使う場合はフロント35、後ろ45ぐらいがいいかなと思うんですけども、今回は石田さん手持ちの、これどこのやつ？ヨコモ。はい、ヨコモのフロントは400番、そして後ろは475番を使っていきたいなと思います。でもね、このピストンの穴の数だったり、穴系でもだいぶその同じオイル使っても原水変わっちゃうんで、ちょっと一概にオイルの番って何番だからみんな合いますよっていうわけではないです。なのでちょっとご自身のピストンに合わせていい原水をチョイスしてください。フロントに使うバネなんですけども、これは TN レーシングさんの線形 1mm で9巻きのバネだそうです。ちょっと商品名は確認して後で載せておきます。しました。はい、とりあえず今フロント作り直しました。はい。なので、まずちょっとリアやってないんですけど、フロントのジオメトリーを変えたのと、少しジャイロの方をいじったので、まずちょっと試乗をしてみたいと思います。お願いします。はい、行ってみましょう。もう出だしから違う。そうですね。振りも違います。今のは俺のミス。フロントのダーが入るようになった。ここもこう、頭が入るんで、返したいとこでパキッと返す。いいですね。ここも荷重を乗せて、パキッと、ちょっとやりすぎた。フロントはすごくパキッと入るようになったけど、リアがまだ止まんなかったり、トラクションがもうちょっと欲しいんで、これから少しリアをやっていって、あと最後はアンプをやってみましょう。わかりました。お願いします。はい。ということで、次、リア周りをやっていきます。
きます。で、その前に、このバッテリープレートが、え今重正の位置なんですけど、はい、そうです。少しこう、重量バランスを内側に寄せたいので、ちょっとマルヒの私の車でやってるバッテリーの固定方法に、この柴田さんのバッテリープレートを使って変えてみたいと思います。お願いします。はい、取り付ける準備ができました。この柴田さんのプレートに、こっち側にはもうすでに取り付けてあるんですけど、こっち側、このようになってます。こっち側に、ナットではなくて、重りを使ってます。これがちょうどサイズ的にうまく逃げるんですよね、こういう風に。なんでバッテリー取り付けるときもスムーズにいく。で、これはどう取り付けるかっていうと、この GRK5 のこの上側、ここのネジ穴と、ここを使ってこのプレートをはめていきます。この車の場合、ここに補強バーが入ってますけども、入ってない方は、ここに裏にナットをつけて留めるようにしてください。で、これがこのようについて、この後ろ側の穴と、この穴が友締め。で、前のこの長細い穴を使って、このネジ穴に留めていきます。ここの部分がプレートが飛び出してるんで、この間には 2.5mm のスペーサーを使ってください。私の場合はこれこういう風につけるときに後ろに M3 の 18mm で前側には M3 の 10mm を使用しています。この後ろ側なんですけど、ここサラネジがもともと止まるんで斜めに切り込みがしてあります。なのでこのような山形のスペーサーを使ってこういう風に入れてあげるとフラットになるんで、これを使ってみてください。はい、付け終わりました。こんな感じです。ちょっと一回バッテリー乗っけてみますね。はい、バッテリーを乗せるとこんな感じですね。上から見てみると、重量物が中心に寄ってる感じ。で、これ取り付けのポイントなんですけども、この字型の板、これは下側が少し隙間が空くようになってます。ちょっと見えないですかね。少し隙間を空けて、この後ろ側で取り付けることで、なるべくマスをこの辺りに集中するようなイメージで取り付けしています。これ結構ポイントなんで、この辺注意して取り付けてみてください。仕様変更完了しました。まずバッテリーは先ほど説明したように、なるべく中心に寄せて、なるべくリアに寄せるってことでマスの集中化してます。リアの足回りはちょっと時間の関係上、作業風景は撮ってないんですけども、まずリアの足回りをこの部分ノーマルより短くしてます。で、このユニバーサル、ちょっと暗くて見えなくて申し訳ないんですけど、見えるかな。このユニバーサルの部分がちょっとあんまり足短くしちゃうとこれ底付きしちゃうんで、このクリアランスを見ながら、なるべく短めにっていうところで調整をしています。リアのスプリング、これは柴田さんの新しい9巻き。そしてオイルはヨコモさんの475番のオイルを使って、ちょっと減水強めのしっとりした足にしてます。こんな風に車高ゲージを入れてあげて、押さえて、こう車高 3mm。今、ボディを乗っけた状態の車高を模擬して、3ミリにした状態で、塔が、両側、塔がインに1度。で、キャンパーが今4度という数値になってます。で、アンプももともとこの後ろにあったんですけど、少し後ろに物があると車がこう左右に振られがちということで、少し前に移しました。で、アンプの重さがギアボックスに乗るように、ギアボックスにネジで固定しています。一応リアの仕様としてはそんな感じ。で、フロントは先ほど説明した通りになっていて、キャスターが約10度、で、キャンバーも約10度という感じになってます。アッカーマンは、パラレルか若干開き気味ぐらいな感じになってます。これも
あれですね。このボディを乗っけた車高を模擬した状態で測ってくださいね。ボディ乗ってないとちょっとアライメント変わっちゃいますので、ちゃんとボディを乗っけた状態の車高で調整をするのがすごくポイントになります。まあ一応そんな感じで仕様変更できたんで、ちょっと試乗をしてみたいと思います。じゃあ一応完成したので、はい。ちょっと試走行ってみたいと思います。お願いします。あ、機敏に動くようになった。少しおお。見ててもわかりますね。結構旋回するから今ちっちゃくなっちゃった。うん。もう前に出ますね。うん、そうですね。なんか。こう見ててわかるっていうのがいいですね。視覚的にわかるの。運転してれば余計わかるんだよね。うん。繰り返しの速度も速くなった。うんうんうんちょっとまだ今回アンプがそんなにできてないんであれですけど、アンプやるともっと良くなる。ああ。それから課題ですね。先。うん。あれが素早く触れると、うん多分後ろでついてきやすいのかな。あとやっぱりうん。安定感が増したんで、うん。こうアウトラインを安心してああ、そうですよね。狙える感じがする。あと、早めにスロットル巻かれそうですね。こうちゃんとアウトまで取って、こう前に進ませるとこも結構前にこう、スーッと出る感じ。うん。いいね。いやーもう見てても、朝のマシンとは違う。このパキンとこの止まる感じが全く違う車。確かに。はい、というわけで、かなり車が印象変わったんですけど、はい。どうです？いやー、本当に、見違えるほど変わりました。硬い。硬すぎます。いやー、あそこ硬いんですけど、ちょっと気持ちも硬くなっちゃって、すいません。申し訳ないです。でもね、結構繰り返しの速度がもう目に見えて違う風になったんじゃないかなと思うので、本当に見ててすごくね、違い分かるようになったんで、そこははっきり分かりました。よかったです。で、ジャイロとかは、まあ、とりあえず暫定で、俺がこんな感じかなーって合わせたんで、あとは石田さんの好みに合わせて少し調整してもらって、好みを出すというところです。新潟県上越市 P1 サーキットのオーナー石田さんの柴田 GRK5。最初の状態ではフロントにかなり抵抗がある感じで癖のある動きでした。フロント周りを一新したことでかなり転がるフロントになったと思います。数値で言うとキャスター10度、キャンパー10度でイニシャル等はアウト2度になります。この辺りの数字は使っているナックルによって違いますが、今回使っている柴田のナックルはトレール角とキングピンアングルが固定になっているので、このナックルの場合だとこの辺りの数字がちょうど良いかなと思います。リアに関しては今回部品が足りなかったこともあり、大幅な変更はしませんでした。その中でもバッテリーの位置の移動やショックのセットでかなりトラクションが上がった印象です。ちなみにアライメントの数値としてはキャンバー4度、トーイン1度に合わせました。フロントのセットはちょっとしたことで車の車速が大きく変わります。気持ちよく車を動かしたいと思う人は多いはず。皆さんもぜひジオメトリの変化を試してみてください。石田から出してもらって、ちょっとエロい追走できるように頑張ります。頑張りましょう。はい、ということで今日の動画は以上となります。ありがとうございました。一日。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。